空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は我が家のペットとのお話をしたいと思います。最初のお話は以前に飼っていたゴールデンレトリバーのお話です。普通ね、ゴールデンレトリバーっていうと穏やかだったり賢かったり優しいとか言われるんですけれど、うちの犬はね、なぜか私にだけ噛みつきました。ごく稀にね、夫にも歯を向けたりもしたんですけれど、ほぼ私にだけです。傷跡が残るくらいの傷になったこともあります。で、その犬はね、私の膝の上に乗って気持ちよさそうにご機嫌にしてるなと思ったら、急に怒り出して噛んだりとか、とにかくね、切り替わりが激しいので、もしかしたら脳に障害があるんじゃないか。それで大学病院を紹介されて通ったり、しつけ教室にも通ったり、穏やかになるアロマを焚いてみたりとか、本当にありとあらゆることをやってみたんですけどダメでした。でその子はね、いつも穏やかで優しい顔なんですよ。で可愛いところもたくさんあったんですけど、突然表変するのでね、だからもし子どもたちを噛んだらすぐに保健所に連れて行こうと覚悟はしてました。でもね、連れてったら連れてったでずっと後悔するのは分かってたんですけど、でもおかげさまでそういうことはなく最後まで一緒にいれたので、死んだ時には悲しい気持ちよりね、最後まで見届けられたっていうほっとした気持ちの方が大きかったです。でそこからしばらくして、あるヒーラーさんのところに私がセッションを受けに行ったんですけど、そしたらそのヒーラーさんがね、金色の大きな犬が和美さんの横にいるよ、犬飼ってたって言うんですよ。だから金色っぽいゴールデン飼ってましたって言ったら、その子だわって。でそして彼女が言うには、私の過去世に中国の時代で文官かなんかだった時があるらしいんですね。でその時に後継ぎ息子ができてすごく溺愛していたのに、その子が5歳くらいの時に転換だっていうことが分かった途端、見向きもしなくなっちゃったっていうダークな私の過去があったみたいなんですよ。でその子は可愛がられた一心でゴールデンになって生まれ変わったって。で何があっても私に最後まで見届けてほしいっていう気持ちと、可愛がってほしいっていう気持ちとで、人間から犬に生まれ変わって私のところに来たんだっていうことをね、その時教えてもらいました。でもね、チャネラーさんによっては人間は動物に生まれ変わらないって言い切ってる人もいるんですよ。でも本当のところは分かりません。でも私はそれを聞いた時に、だから私にだけあんな風にってなんとなく分かる気がしました。だからなのか、そのゴールデンは亡くなってから私の横でずっと私のことを守っててくれていたって教えてもらいました。さらにヒーラーさんがゴールデンに聞いたことがあって、動物が死んだら皆行く動物園のような場所があるんだけど、そこに行くって、それとも和美の横にずっといるって、聞いたそうで、しばらくは一緒にいるけれど時々その動物園にも行くってそのゴールデンは言ったそうです。話はね、今家で飼っている猫の話になるんですけれど、その子は私の父がね、晩年生きがいをなくした時に猫でも飼ったらって、張り合いでもできるんじゃないって言って、でそれでね、軒下で生まれていたのをもらってきて実家にいた猫なんですけど、で飼えなくなったらうちで引き取るよっていうことで、もうそれでもうちに来て10年は経ったかな。でその子はね、私が抱っこすると必ず右側でしか抱かさらないんですね。北海道弁出ましたけど、抱かさらない抱っこされないんですよ。である時ね、見えないものが見える友達とうちでおしゃべりしてた時に、私がその猫を抱っこしたんですけど、そしたらその友達がね、いつも右側にしか来ないでしょって言うんですよ。そうなんだよねって言ったら、だってね、ゴールデンが左側にいるからねって言うんですよ。左肩にね、ゴールデンが見えるって。だからね、いや今もね、もう亡くなって14、15年経ちますけど、そうやってね、まだいるんだなっていうのが分かりました。でもう一匹ね、またちょっと話が外れますけど、ゴールデンと同じ時期に小さい犬も飼ってたんですよ。でその子はね、車に乗るのが大好きで、鍵を持つと必ず自分も行くって言って大騒ぎして行く子だったんですけど、亡くなってからね、
1ヶ月くらいはね指定席だった助手席に気配も感じて、で手をかざしてみるとそこだけ温度が違ってたりしてね、だからいるんだなっていうのが分かったりしました。でもねその子はそれっきりねとっくにどっか行っちゃって全然戻ってきてる感じはしません。で今のうちの猫の話に戻るんですけれど、実家でねしつけてたわけじゃないんですけど、人間のご飯にもともと全く興味がないんですよ。だからテーブルの上にも乗らないし、座卓にお寿司を並べても全く無関心なんですね。全然猫じゃないですよね。そして、うちは玄関につながるドアがあるんですけれど、自分でねそれ開けられるんですよ。だから暑い時とか自分で開けてしまうんですけれど、でね、誰かが外から帰ってきた時はね絶対に開けないで、こちらがね開けるのを中からずっと待ってるんですよ。だからドア開けっぱな外のドアを開けっぱなしにしてても全く気にならないっていう。だからご飯もね欲しくなったら黙ってね見つめるんですよ、無言の圧で。最初の頃分からなくてね、何を訴えてんだろうって思ってたんですけど、でそうするとねすぐにもらえないとじりじりとにじり寄ってきてね、本当にじーって見るんですよね。だからそんなねかなり猫っぽくない子なんですよ。で実家にいた時はすごく臆病だったんですけど、だからもう誰かが来るとすぐにね隠れてしまって全然姿を現さない子だったんですけど、なぜかうちに来てからはお客さんが来ると自ら挨拶しに寄っていくようになっちゃって、で私たちがねそのお友達とかお客さんとかとおしゃべりしてると、その姿をねちょっと離れたところからスフィンクスみたいに前足をまっすぐ伸ばした座り方でじーって見てるんですよね。そうするとほとんどの人が高貴な猫だねって言うんですよ。でこの間はね業者さんまで言ってました。で先日の話なんですけれど、お友達が2人遊びに来てくれたんですけど、やっぱ高貴な猫だねって言われました。で3人で立って話していた時に、その2人スレスレのところをね猫がさーって通って階段に向けて上がってったんですね。でそしたら一人が突然大きな声でさーって浄化してってくれたって叫んだんですよ。でそして2人ともにね一瞬にしてヒーリングが起きたって言うんです。私の友達なんでこういう人たちばっかりなんですけど、それで階段からこちらを見てる猫の目がねギラギラと光ってたんで、なんか別猫になってるって言って笑ってたんですけど、そういえばね、前にも私がヒーリングの仕事してる時もやっぱりヒーリングベッドの下にいたりとか足元にいたりして、ヒーリングが始まるとね来るので、ヒーリング手伝ってくれてるのかなって思ったことはありました。猫はねスピリチュアルな動物だって言われてますしね、何がスピリチュアルなのかちょっと私には分かんないんですけど、で話がまた変わりますけれど、先日ねアニマルカウンセラーのチャネラーさんがいらっしゃったんで、うちの猫はもう高齢なんで健康かどうか幸せなのかどうかっていうのを聞きたいなと思ってセッションを受けてみました。そしたら、チャネラーさんが意識を合わせた途端に、私は高貴な方にお仕えする高貴な猫だ、うちの猫が出てきたって言うんですよ。で高貴な方って誰って思ったんですけど、それを置いといて、でこのチャンネルでもね私は古代エジプトの過去世があるっていうお話をしてたんですけれど、その時から遥か古代エジプトの時代から私に仕えてくれていたそうなんです。でそれで何千年以上一緒にいるらしいんですけれど、そのチャネラーさんが言うにはね、そんなに長いと猫から違う動物にもなれるらしくって、他のものに生まれ変われたのにどうして未だに猫なんだって聞いたんですって。でそしたら私にお仕えするためだって言ってたって。でそれを聞いた時にね本当にね高貴な猫だったんだってねちょっと笑っちゃったんですけど、ということで偶然はないよってよく言われますけど、全てのねペットがそうとは限らないと思いますけど、中にはうちの子たちのように昔からの何かを果たそうとしたり守ってくれるために来たりとか、そういうこともあるんだなって感じてます。だから皆さんが飼ってるペットももしかしたらそんなつながりで来てくれてるのかもしれないですよね。ということで今日のお話はこれで終わります。ではまた。